今日ですね、テンチムさんね、ナイトブラでですね、実は放棄をしていたことがバレてですね、莫大な負債を背負うことになってしまったという事件がございましたけれども、金子彩さんという YouTuber の人ですかね、その人が暴露したらしいんですけれども、ユイク株式会社というところと訴訟を起こされてるみたいですね。で、私もYouTube でコラボしたりとかしていて、ちょうどそのナイトベラの時期にやり取りしてたんですけれども、私のおかげっていうか、私のせいかどうかわかりませんけれども、これ下手すると詐欺で捕まっちゃうよっていう、お話をして、絶対返金した方がいいということを僕はかなり強く言って、なんか本人はちょっと不服そうだったけれども、もうこれは本当に嘘ついて物を売ったわけだからっていう風に絶対解釈されるんで、本当に下手すると捕まるよって詐欺でこんな金額捕まったら大変なことになるから絶対返金した方がいいっていう風に僕は強く勧めたので、彼女は多分返金したんじゃないかなと思います。わかんないですけども、本人にそこは聞いたわけじゃないんであれですけども、その後ね、表舞台からいなくなっちゃいましたけれども、最近また復活をして子供もできてっていう話で、そしたらそのナイトプラの会社から訴訟されたと。5億円とも言われてますけれども、詳しい金額はですね、その裁判見てるわけではないので、わかりませんけれども、損害賠償請求訴訟をされたと。返金リストに不備があって、ちゃんと返金されてない人もいたとか、なんかいろいろあったし、ナイトブラをやった会社も、テンチムさんが放棄をしてたことを知らなかったという、多分そういう立て付けになってると思いますけれども、それも事の真相は裁判見てみないとわからないですけれども、損害を受けたんで、損害賠償請求訴訟をしていると。筋は通ってますよね。なので、返金に応じないと多分いけなくなる。返金というか損害賠償請求訴訟を今されてるんであれば。裁判のね、内容とか、本当漏れ伝わってきましたし、本人もなんかね、動画とかで言ってるみたいですけれども、まだおそらく判決は出てないようですよね。で、和解を勧告されるかもしれないみたいな。通常損害賠償請求訴訟って和解します。判決が、一審の判決、僕はライブダ事件の損害賠償請求訴訟でですね、何件も訴訟を起こされてました。で、一番でかい訴訟が200何十億円の訴訟を受けていて、で、それが東京地裁民事8部というですね、会社法を専門にやる割とまともな部署なんですけど、民事8部の判決が出た後に、これ一回もう判決出ちゃうとですね、仮処分が下せるんですよ。で、僕の場合は動産執行っていうのをされて、実際にその口座とかは本当にビシッと何々銀行何々支店の口座番号とかっていう風に問い合わせをしないとわからないので、刑事事件での捜査とかの権限とか普通は債権者側ってないんで、わかんないですよね、なかなか。訴えられた側も当然そんなの明かすわけないし、いろんなところに多分分散して預金とか持ってるはずなんで、わかりやすい不動産だったりとかですね、そういったものがなければ、実際に預金の差し押さえとかそういったことをするのはなかなか難しいし、そもそもテンチムさん何億円も持ってないでしょうから、そういうのは難しいと思いますが、僕がされたのは動産執行っていう、弁護士に聞いたらそれは嫌がらせだって言われたんですけど、いきなり僕も当時六本木ヒルズに住んでて、それすごく皆さんも知ってて周知の事実だったみたいなんですけども、本当に弁護士たちが、僕は昼飯食って蕎麦食ってですね、部屋帰ったらいきなり見知らぬ男たちが土足で家の中に入ってて、なんだこいつらって思ったら、損害賠償請求訴訟の代理人の弁護士たち、弁護士とあと裁判所の執行官っていう人たちがいて、で、動産執行って何かっていうと、家電とか貴金属とか、なんかそういう金目のものを黄色い紙、差し押さえ札みたいなものを勝手にペタペタ貼れるんですね。で、最終的に判決が出て、そしたら差し押さえられたものを競売にかけて、現金化して少しでも損害賠償請求訴訟の足しにするっていう、大した金額じゃないんですけど、僕がなんかわかんないけど、ブランドバッグとか貴金属とか高級なワインとかいっぱい持ってるっていう風に勘違いしたみたいですよね。でも僕いろんなところで、俺そんな金目のものとか物欲ないからそんな持ってねえよっていう話を至るところでしてるのに、あいつらは信じてないんですよね、バカだから。で、裁判所の執行官しかも鍵師を連れてくるんですよ。だから、オートロックっていうか、入り口にセキュリティあるじゃないですか。で、それはなんか住人に紛れて、わーっと入って、ほんとコソ泥みたいですけど、入って僕の家の鍵は
鍵師にその場で作らせて、で、鍵を開けて入りやがったんですよ。すごいっすよね。それも OK らしいんですよ。やっべえな、こいつらみたいな。でも本当あいつらバカだなと思ったのは、俺、何気ないハンドバッグみたいなのに、100万円ぐらい現金、たまたまその時に100万円ぐらい現金入れてたんですけど、それに気づかず、あいつらが殺傷財布で貼ってったのは、60インチぐらいのテレビと、あと、ビデオデッキみたいなやつと、ワインセラーと、三振買ったばっかりの。で、いや、これ、アマゾンで12,000円で買ったやつなんですけど、こんな意味ありますとかって思ったんですけど、いや、本当三振を勉強しようと思って買ったんですけど、いきなり殺傷財布だ貼られてやる気なくなっちゃって、いきなり持ってかれるわけじゃないですよ。だけど、殺傷財布だ貼られちゃったんで、やる気なくなっちゃって、いや、これなんか本格的なウサギの皮とか作ってるやつじゃないんですかと。俺言ってんじゃん。アマゾンの購入履歴まで見せて、こんなに札貼る意味ありますつって、いや、でも貼ってきます。みたいな。で、ワインセラーも中に超高級ワインがいっぱい入ってると思ったっぽいんですけど、楽天のワインショップで買った5,000円から1万円ぐらいのリーズナブルで美味しいワインみたいなのしか入ってなかったし、あとなんだっけな。でも最終的に和解しましたけど、和解に応じなかった人たちも一部いたんですよね。で、これややこしいのは僕会社からも訴えられてたから、ライブドアからも訴えられてたんで、3社で和解しなきゃいけなくて、和解するまでに時間がかかるんで差し押さえ、嫌がらせ差し押さえみたいなのが来たんですけど、それ以外の銀行の口座とかには全く差し押さえとか来なかったんで、それはもう特定するの難しいんで、ただ、じゃあテンチムさんが控訴して判決が出て何億円払えみたいな判決が出たとしても、最終的にそれが覆ることって、むしろなんか東京高裁とかの方が、なんていうのかな、こう、コンサバティブな裁判所なんで、東京高等裁判所は世界一コンサバな裁判所って言われてるんで、多分テンチムさんに対してより厳しい判決が下される可能性が高いので、僕はさっさと和解した方がいいと思います。で、実際ね、内訴では触れないわけだから、何年かかるのかわかんないですけど、分割で払いますと。そういうような形になるんじゃないでしょうか。で、私も結構しつこく裁判されて、でっかいのはもう本当に5年もかからずに終わっちゃったんですけど、民法上の不法行為責任みたいなやつって時効が10年なんで、結局僕刑務所に入ってる間も訴訟されたし、でも刑務所に入ってる間はお金稼げないじゃないですか、あんまりっていうことで割と減額してもらったんですけど、刑務所から出た後もまだ時効が継続していて、時効がまだ時効になってなくてですね、さらにまた訴えられて、ほんとそれ完済したの最近ですよ、僕も。やっとライブダー事件関連の裁判の返済みたいなもの終わったんですけど、まあ本当に、やっと終わりました、僕も。だから、結構、もう10年以上、だって2006年ですから、もう18年かかってやっと損害賠償請求訴訟関連が全部終わりました。それぐらい時間かかります。なので、テンチムさん若いんで、僕は綺麗さっぱり和解された方が僕はいいんじゃないかなと思いますし、向こうも別にない金を無理やり差し押さえるなんてことは不可能なんで、払える範囲内で子供の養育費とかもあるでしょうから、そういったところは交渉でなんとかなるんじゃないかなと。いい弁護士さんをつけて、そういった交渉されることをお勧めしますということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。